私が死んでから5度目のクリスマス、医者の妻ウィノナ・スチュワートは、またしても私に彼女の初恋の人ギャビン・ウィルソンの身代わりになることを求めてきた。彼女は偽造された同意書を手に、私の古いアパートに押し入ってきたが、そこには何もなく、埃がすべてを覆っていた。慌てた彼女は、開花のコンビニ店主ダニエル・リンチを捕まえ、私の居場所を詰問した。しかしダニエルは言った。エベレット？彼は5回前のクリスマスに死んだよ。あの医療過誤訴訟の遺族が彼を追い詰めたんだ。真夜中の路地で包丁を10数回も刺されてな。ウィノナは信じなかった。ダニエルが私から金を持って嘘をついているに違いない、と。彼女は白い目を向けて冷ややかに鼻を鳴らした。クリスマスを2回もサボって、今さら本気で私に怒ってるの？3日以内に出てこなければ、妹のがん治療費を打ち切るって彼に伝えて。そう言い捨て、彼女はブツブツ呪いの言葉を吐きながら出て行った。ダニエルは彼女の後ろ姿を見て、首を振りため息をついた。妹ですって？妹さんはとっくに治療費がなくて亡くなったよ。廊下でセキュリティドアがガチャガチャと鍵の音を立てた。天井近くに浮かびながら、ウィノナが偽造同意書を握りしめ、私の古いアパートに押し入ってくるのを見ていた。彼女は鼻を覆い、埃を払い、ヒールの音を甲高く響かせて床を歩いた。エベレット、出てきなさい。彼女は叫んだ。ギャビンの医師免許が危ないのよ、まだ隠れてるの？私は彼女の背後で苦笑した。5回前のクリスマスに起きたあの医療過誤事件以来、ウィノナと私は完全に連絡を絶っていた。まさか彼女が再び私を探しに来たのが、初恋の人の身代わりになるよう迫るためだとは。彼女とギャビンがいかに深く愛し合っているか、改めて感心せざるを得なかった。ウィノナは部屋の中を2周し、埃に覆われたソファと蜘蛛の巣だらけの窓枠を見渡して、口調は一層軽蔑を含んだものに変わった。失踪ごっこは何のつもり？病院をクビになった奴が一体どこに隠れられるっていうの？ギャビンから連絡があって、警察が動き出したって。彼を刑務所に行かせたいの？10数えるうちに出てきなさい。彼女の苛立った顔を見ながら、5年経っても相変わらずのわがままな態度だと思った。しかし彼女がどんなに大声で数えようと、私は二度と彼女の飼い犬のように彼女の前に現れることはない。なぜなら私はもう死んでいるから。ウィノナは叫び続けた。エベレット。聞こえてるの？ただの小さな願いじゃない。そんなに意地悪する？彼女は突然くるりと向きを変え、寝室のドアを蹴った。鈍い音がしたが、中は相変わらず空っぽだった。ウィノナはじれたようにため息をつき、無駄に部屋中を探し回り、ついに誰もいないことに気づいた。彼女はブツブツ文句を言いながら、ドアをバタンと閉めて去っていった。コンビニのドアが乱暴に開けられた。ウィノナはダニエルを捕まえて尋ねた。エベレットを見なかった？ 3 階に住んでる男よ。ダニエルは一瞬止まり、手の油を拭った。エベレット？彼は5回前のクリスマスに死んだよ。ウィノナの動作は一瞬止まり、そして冷笑を漏らした。誰を騙そうっていうの？あんな奴が死ぬわけないでしょ？嘘はついていないダニエルは路地の入り口を指さした。5回前のクリスマス、あの医療過誤訴訟の遺族が路地で彼を追い詰め、10数回も刺した。病院に運ばれる途中で亡くなった。あなたは彼の何ですか？その答えの流暢さに、ウィノナの目にかすかな困惑が走った。彼女はわずかに眉を潜め、私には理解できない痛みの表情を浮かべた。しかしその時、彼女の携帯電話がブンブンと鳴り、彼女の注意を引いた。それはギャビンからのメッセージだった。顔文字、しかめっ面、もういい。エベレットはまだ僕に怒っているんだ。
言い訳するだけだ。君まで迷惑をかけたくない。僕が刑務所に行く。僕がいなくても、君は自分を大切にしてくれ。その一通のメッセージが、ウィノナに私の死が単なる拒否の口実だと確信させた。彼女は指を震わせながら返信した。顔文字しかめっ面。彼に断れる権利なんてあるの？あの時私は彼に大金をやった私が必要な時には、彼は現れなきゃいけないの。心配しないで、必ずや彼をずれ戻して、あなたの身代わりにさせる。絶対にあなたを守ってみせる。メッセージは無事に送信された。ウィノナは顔を上げ、ダニエルを睨みつけた。ふざけないで。彼は絶対どこかに隠れてるんだ。彼が金を払ったの？ダニエルはため息をついた。私がそんなことで冗談を言いますか？ニュースにもなったんですよ。ニュースが信用できると思ってるの？ウィノナは無意識に声を荒げた。彼女は一歩近づき、目は脅迫に満ちていた。彼に伝えて3日以内に出てこなければ、妹のがん治療費を打ち切るって。ダニエルは口を開き、何か言おうとしたが、彼女は鋭く手を振って遮った。時間の無駄よ。彼を出てこさせるか、さもなければ妹の死体を引き取る準備をしなさい。そう言うと、ウィノナはくるりと向きを変え、ヒールの音を高く響かせて去っていった。コンビニのドアがバタンと閉まった。ダニエルは彼女の後ろ姿を見つめ、首を振り、虚空に向かってため息をついた。妹ですって？妹さんはとっくに治療費がなくて亡くなったよ。私は近くに浮かびながら地面に蹴飛ばされた水筒を見つめ、その冷たい液体に魂がずぶ濡れになるのを感じた。あの金は私の手に渡らなかった。妹のエミリー・ギブソンが病院のベッドで金の到着を待っている間、ギャビンはその金で輸入設備を買っていた。そして私が路地で刺され、血を流していたとき、ウィノナはギャビンと医学学会に出席していた。今、彼女は死者の名前を使って、もう一人の聖居者を脅している。私の魂はキリスト教の殉教者のようにウィノナのそばに単にされ、強制的に彼女について家に帰らされた。ドアが開いた瞬間、ギャビンが期待に満ちた目で駆け寄ってきた。ウィノナ、どうだった？エベレットは見つかった？ウィノナはぼんやりと首を振った。それに、エベレットはもう死んだっていうの。死んだ？ギャビンの目は見開かれ、半歩後ずさりし、本能的にウィノナの腕を掴んだ。ありえない？わざと僕たちを避けて、でっち上げの口実でごまかしてるんじゃないのか？ウィノナは黙って眉を潜めた。それを見て、ギャビンは無理に苦笑した。そうに違いない。エベレットはきっと5年前のことをまだ怒っていて、僕を助けたくないから、こんな嘘をついているんだ。ウィノナ、もう諦めようか？彼をこれ以上追い詰めるのはやめよう。最悪、僕が自首する。しばし沈黙した後、ウィノナはようやくうなずいた。そうね、彼はどこかに隠れているに違いない。でもこのままにはできない。街中をひっくり返しても、彼を見つけてあなたの汚名を晴らす。ギャビンは感動して目を赤くし、声を詰まらせた。ウィノナ、あなたは本当に優しいね。でもウィノナは突然彼を遮り、口調はためらいがちだった。エベレットがそんな口実を思いつくなら、彼は本当に怒っているに違いない。ギャビン、これが私があなたを助ける最後よ。彼があなたの身代わりになって刑務所から出てきたら、私たちは別々の道を歩みましょう。近くに立っていた私は、自分がもう死んでいることをほとんど忘れるほど驚いた。ウィノナが実際にギャビンと縁を切りたいと言っている？5年前、彼女がこの男のために私と激しく争ったことをまだ覚えている。私たちが結婚して1年も経たないうちに、ギャビンが帰国し、わざわざ私たちの病院に転勤してきた。それ以来、
二人は私の目の前で絶えずイチャついていた。私が問い詰めると、彼女は私が妄想していると非難した。しかし今、彼女は実際に全てを終わらせたいと言っている？ギャビンの顔に一瞬の硬直が走ったが、ウィノナはそれを見逃した。彼女は背を向け、口調を和らげた。私はいつか実家に戻らなければならないの。この前も彼に金を渡したし、ここ数年本当に彼をないがしろにしていた。正直なところ、かなり後悔しているの。ギャビンは信じられないという様子で彼女を見た。僕はもういらないってこと？わからない彼女の目はそらし、眉のシワを深めた。ただ、エベレットの家を出てからずっと何か悪いことが起きそうで落ち着かないの。彼女は一瞬止まり、それから口調は再び断固としたものに変わった。でもあなたのためなら絶対に最後まで面倒を見る。あなたが刑務所に行くのを傍観したりしない。今すぐ彼を探しに行く。連絡を待ってて。そう言うと、彼女はくるりと向きを変え、決意と覚悟に満ちた後ろ姿で去っていった。ギャビンはそこに立ち尽くし、微動だにしなかった。ついさっきまでの哀れで無力な様子は完全に消えていた。私ははっきりと彼の目が毒人のように冷たくなったのを見た。そして彼の食いしばった葉の間からこぼれたのは、実際には私の名前だった。ウィノナは明らかに必死で私を探しており、彼女の第一感はエミリーのところで私を探すことだった。私は彼女の車について病院まで行った。この道は私にとって痛いほどファミリアーだったあの時期、私の生活はたった2点、病院と家だけを往復していた。何年も経ったというのに何も変わっていない。ウィノナがアクセルを踏み込み、車に乗った瞬間から心配そうに眉を潜めているのを見た。間違いなく彼女は再びギャビンのことを心配している。車が完全に止まるのを待たず、彼女は入院病棟に駆け込み、受付の看護師を捕まえていった。エミリーの病室の番号を調べてくれない？あ、はい。看護師は一瞬驚いたようだったが、それから腰をかがめて記録を調べ始めた。突然、近くから冷笑が聞こえた。やれやれ、スチュワート先生じゃないか。こんなところに何の用だい？ウィノナは振り返り、表情が一瞬で曇った。それはリーア・ロバーツで、かつて彼女と同じ課で働いていた医師だ。私の知る限り、二人は決して仲が良くなかった。なぜか、私の医療過誤事件の後、リーアもまたあの病院を辞めて去っていた。今、再会した二人は、互いの軽蔑を隠せずにいた。ウィノナは彼女を上から下まで見下ろし、口調は冷たかった。私がどこに行こうとあなたには関係ないでしょ。リーアは腕を組み、嘲笑的な笑みを浮かべた。全くその通り、私の知ったことじゃない。ただ好奇心でね、どうしてそんなに冷たいんだ？危篤の時は来なかったくせに、いなくなってから急に探し出すなんて？危篤？ウィノナは眉を潜めた。どういう意味？どんな危篤？彼女は本当に困惑しているように見えた。相手が何を言っているのか理解できないかのように。しかし私はリーアの意味がよくわかっていた。彼女はエミリーと私のことを指している。私が路地で何度も刺され、救急車に担ぎ込まれた時、私はもう瀕死だった。病院は家族に連絡し、最後に会いに来てほしいと望んだ。しかしウィノナはその時ギャビンと一緒で、私が邪魔するのを嫌い、答えさえせずに電話を切った。後で彼女は私の番号を完全にブロックした。エミリーも同じ状況に直面した。治療費不足で治療が受けられず、既得通知が出された時、私はウィノナに連絡を試みたが、彼女はギャビンと旅行に出かけていた。結局、エミリーは完全に一人で亡くなり、誰にも見取りられずにこの世を去った。ウィノナの当惑した表情を見て、
リーヤは突然嘲笑的な笑いを漏らした。なかなかの女優だね。どうでもいい。彼があなたのためにそこまで犠牲を払うほど、あなたのどこがそんなに特別なのか、私には本当にわからないわ。リーヤはそれ以上何も言わず、不可解な言葉だけを残して、くるりと向きを変えオフィスに歩いていった。ウィノナはその場に凍りつき、指がゆっくりと無意識にハンドバッグのストラップを握りしめた。これは彼女が不安や恐怖を感じる時の緊張の癖だった。しかし彼女が何を怖がるというのだ？スチュワート先生？看護師の声が彼女を現実に引き戻した。お探しの患者さんは？看護師は一瞬ためらい、それから続けた。エミリーは3日前に亡くなりました。その言葉を聞いた瞬間、ウィノナの目は見開かれ、彼女は完全に凍りついたようにその場に固まった。